最初の異常に気づいたのは天文学者ではなかった。それは養蜂家だった。2048年4月、南仏プロヴァンス。例年ならまだ花が咲ききらない時期に、ミツバチたちが巣を飛び立ち、戻ってこなくなった。空の温度が、どうもおかしい。日が早すぎる。けれど、昼は短い。だが誰も、それが地球がわずかにずれ始めた兆候だとは、思いもしなかった。その頃、国際標準時の原子時計にも、微細な誤差が出ていた。通常なら、1000万年で1秒しかずれないはずのシステムに、0.002 秒の予期せぬ進行誤差が発生。衛星のオペレーターは機器の劣化だと処理した。だが、同様の報告が1週間で16カ所に集中する。その中で唯一、これが天体起因のズレかもしれないと主張した人物がいた。宇宙機構センター所属。地球工学主任桂木玲奈。彼女は、太陽フレアと地球自転の相関を長年追っていた異端の研究者だった。これは内側のズレじゃないわ。地球が、ほんのわずかに外れ始めてる。NASA も ESA も、当初は懐疑的だった。だが、月との距離がミリ単位で変化しているという観測データ。地磁気偏差の微細な傾き。そして決定打となったのが、太陽面からの質量放出 CME の異常加速だった。太陽は定期的にプラズマを吹き出している。だが今回の CME は予測より 35% も強く、地球が受ける軌道上の加速度に対して、ごくわずかだがエネルギー的な逸脱を与えていた。それは、たった数万分の1応天文単位のズレ。月の影より小さい。だが、宇宙の運動において、ほんのわずかなズレが、すべてを狂わせる。各国の科学機関が連携し、地球の公転軌道をリアルタイムで再演算。その結果、明らかになった事実はこうだった。地球は、すでに元の軌道から外れている。現時点では戻らない。そして、ズレは加速している。レーナは記者会見で公表を求めた。だが政府は、不安を煽るとして拒否。あくまで想定内の宇宙天候変動として処理しようとする。その間にも、季節は本来あるべき位置を離れ、潮の満ち引きが狂い、一部の張力発電所が逆回転を起こしていた。レーナは決意する。これは宇宙のせいでも太陽のせいでもない。私たちの星がこの宇宙にいることの危うさを突きつけてきたのよ。地球が迷い始めたのなら、戻してやるしかない。科学の力でこの惑星の舵を取り戻す。国際宇宙機構センターのスクリーンに浮かび上がる。楕円軌道からわずかに外れた地球の軌道ライン。それを見つめる彼女の表情は、怯えではなかった。決意だった。地球が、ほんのわずかに傾いた。それだけで、世界の秩序は音を立てて崩れ始める。けれど、人々はまだそれに気づいていない。日々の生活は回っているように見えた。電車は走り、太陽は昇り、店は開き、人は歩いている。だが、その普通はすでにずれ始めていた。まず最初に異常を報告したのは航空管制センターだった。長距離フライトの時間が合わない。成層圏の風向きが数時間ごとに逆転している。飛行計算が予測値と数分ずれる。パイロットたちが空の違和感を次々に訴える。次に、潮汐発電施設で奇妙な逆流が発生。通常なら、満潮に向かうはずの海流が、陸から沖へと押し返されるような挙動を見せた。監視員は驚いてつぶやく。引力が狂ってる。科学者たちは、自転周期を再計測した。通常24時間だった1日が、わずかに短くなっていることが判明する。地球が自らの首を、ほんの少しだけ振り始めていた。桂木玲奈は言う。これは、ただのズレじゃない。地球の姿勢が、太陽に対して斜めになり始めてるのよ。季節の順序も、昼夜の周期も、数ヶ月でズタズタになるわ。NASA の衛星システムは、極端な南北光量の均衡を観測。北半球は高温化が進み、
南半球では予測不能な寒波が発生。オーストラリアでは真夏の雪が降り、ノルウェーでは春の夜が完全に消える現象が確認される。わずかな傾きが世界のすべてを変えていく。誰かがテーブルを少し傾けただけで、乗っていた食器も水もやがてすべてが滑り落ちるように。地球という皿もまた今静かにずれていた。その夜、世界中の観測所で一斉に起きた現象。星の位置が合わない。北半球で見えるはずの星座が、観測上では数ミリずれている。古来より、不動のはずの北極星が、わずかに移動していた。それはつまり、地球の傾きが固定軸から外れているという、決定的証拠だった。政府は沈黙し、報道は混乱し、SNS では、人工重力兵器説や新型ウイルスによる認識障害説が飛び交った。だがレーナは、それが科学で説明できる現実であると信じていた。私たちが立っているこの地面は、今、宇宙の中で滑っているのよ。問題は、それが止まる兆しがないってこと。彼女のデスクに広がる赤いラインで描かれた地球軌道の最新シミュレーション。赤道は歪み、軌道面は傾き、数ヶ月後には季節の概念が消失する予測が出ていた。この惑星に残された時間は意外と少ない。重力はそこにあるのが当然だった。リンゴを落とし、海を引き、地球に人を縛り付けるもの。それが、ある朝消えかけた。南米ペルーアンデス山中。標高4500メートルの高地にある観測拠点で、スタッフが浮いた。ほんの一瞬。0.2 秒。全身の重さが消えた感覚とともに、コップの水がふわりと宙に舞った。観測データではその時間、局地的な重力加速度が 7.9 ミリ秒にまで低下していた。地球標準の 9.8 から 10% 以上の低下。それはただの異常ではない。崩壊の予兆だった。同時刻、東京湾の満潮が1時間以上早く訪れ、潮位は観測史上最大を記録。原因不明の引き潮の反転現象が報告される。NASA では、静止衛星群の軌道データに不可解なズレが生じ始める。軌道の楕円化、軽微な揺らぎ。すべては地球の重力バランスの微細な崩れによるものだった。桂木玲奈は警鐘を鳴らす。自転が不安定になれば、地球は自らの引力を均一に保てなくなる。それは、惑星が体感を失うのと同じことよ。地球の表層は、自転の勢いと遠心力で保たれている。もしそれが不安定になれば、重力は地球の部位ごとに異なる挙動を見せ始める。人間の足元が、もはや常に同じ方向を向くとは限らなくなるのだ。各地で発生する微浮遊現象。ビルの上層階にある物体が、まるで風船のように浮かび上がる。高層エレベーターでは、乗客が突然軽くなる感覚に襲われる。ある病院では、人工心肺の血流ポンプが異常を起こし、心臓のリズムが取れなくなった。重力が弱まるということは、すべての機能が中心から外れることを意味する。それは、地球の宙そのものが力を失い始めているということだ。科学者たちは、シミュレーションの最悪パターンを提示する。地域では、重力加速度が 10% 以上不安定化。など、赤道直下では、地表離脱ポイントが発生する恐れ。気流の乱れにより、空素のものが上下に引き裂かれる。国連がついに公式発表を行う。地球は現在、公転軌道上で微細ながら減速を始めている。この現象は惑星全体の外力エネルギーの喪失によるものと推定される。原因は太陽由来の質量放出と地磁気反応の乱れ。状況は制御可能だが、早急な国際対応が必要である。そして、桂木玲奈のもとに一報が入る。NASA、ESA、JAC、CSSA の合同チームがついに結成され、地球軌道を修正する計画プロジェクト OZ が正式承認されたのだ。
レーナは静かに言った。地球は自分で進むことをやめた。ならば、今度は私たちがこの星を押してやる。夜空を見上げるレーナ。見慣れた星座の配置がほんのわずかにずれていた。それはもう地球がいた場所ではないという証。地球を動かす。それはもはや空想ではなかった。2048年5月、各国が一致して署名した文書には、はっきりとこう記されていた。地球軌道修正計画プロジェクトOZ、指導、推進方法は一つだけ。地球自身を外部から押すか、引く。だが質量約 6×10kg の惑星をわずかにでも修正するには、全世界の総エネルギーを数十年かけて注いでも足りない。それでも人類はやるしかなかった。計画は3層構造で立案された。第1段階、地磁気スラスト起動。地球のコアで発生している磁場を利用し、極地に設置した巨大な反磁力アンカーを使って、わずかでも反作用を作り出す。地球内部の回転エネルギーを逆向きに逃がし、進行方向に反力を与えるという、地球工学史上最大の実験。第2弾、対月面反射推進。月面に設置された太陽反射板を精密制御し、太陽風を人工補として活用。微弱だが継続的な高圧を地球全体へ誘導反射させる。人類が初めて太陽光で自分の星を押すという試みだった。第3段階、重力均衡ネット。世界中の静止衛星を軌道調整し、衛星の人工重力場によって軌道の外縁を制御。重力によるソフトな外枠で地球の逸脱方向を矯正する。この計画に必要なのは国家でも資源でもない。必要なのは全人類の合意だった。自分たちが乗っているこの船を自分たちの手で宇宙に押し戻すという覚悟。桂木玲奈はプロジェクト中枢に立った。設計、シミュレーション、誤差補正、そして発動。制御室では超冷却磁気濃度が静かに目を覚ます。極点に設置された4つの反磁力アンカーが作動し、地球の自転コアに向けてわずかに逆ベクトルの力が流れ始めた。初動シミュレーションでは地球の軌道修正速度は年に 0.0012 約18万 km。それは途方もない数字だった。だが、止まるつもりのない力だった。そして、プロジェクトOZの統一標語が決まる。プッシュザブルー。それは技術者たちの合言葉となり、混乱と疲弊の続く世界に一つの光を灯す。だが、発動から7時間後、想定されていない問題が発生する。地球内部から異常な逆共振が検出されたのだ。推進エネルギーが地球の核振動と干渉を起こし始めていた。レーナは声を潜める。もしこのまま続けたら、地球の内部でねじれ破壊が起きるかもしれない。外に戻すつもりが、中から壊してしまう。そんなこと、絶対に許されない。地磁気スラスタの制御パネルに表示される警告信号。内部干渉警告共振モード発生中。科学は地球の命に触れようとしていた。地球は今、自分の力では動けない。だから人類が押す。それは狂気に見えた。けれど、現実の選択肢は他になかった。プロジェクトOZ、発動から9日目。地磁気スラスタの調整によって、わずかに公転速度の逸脱は抑制されつつあった。しかし内部干渉の問題が残っていた。地球のマントルと核の間で、共振が起きている。スラスタが発する反力が地球の心臓部に逆波を生み、それがプレート全体にミリ単位のねじれをもたらしていた。世界各地で観測される小規模な地震。規模は小さいが、発生間隔と場所が完全に等間隔だった。それは自然現象ではなかった。人工の振動の副作用だった。桂木玲奈は判断を迫られる。このままでは地球内部が耐えきれない。
けれど止めれば軌道逸脱は再び加速する。そんな中、第2の推進方法月面反射計画がついに始動。ルナベース03にて直径5キロの可動式反射パネル群が展開された。それは太陽風を利用し、月の位置から微弱な高圧を地球方向へ向けて送り返すという、極めて繊細な調整を要する試みだった。太陽光は、ただ照らすだけのものではない。そこには、触れる力がある。それが、地球に届く最後の手になると、誰が想像しただろう。月面で作業を行う宇宙技術者たちは、時に静電嵐に包まれながら、一つ一つパネルを組み上げていった。作業員の一人が言った。俺たちは鏡を作ってるんじゃない。星を少しだけ元の道に戻すための手すりを作ってるんだ。地球側では、高圧の変化を受信するため、成層圏に多数の観測気球と高高度ドローンを配備。レーザー干渉計によって 0.0001 ニュートンの差を捉えるという精度を要求された。数字は小さかった。だが、人類の全英知をもってすれば、押すことはできる。桂木玲奈は、月との中継ラインを見つめながら言った。科学は地球を止めることも壊すこともできる。でも今、私たちは動かそうとしている。この星の未来を自分の手で方向づける。それこそが科学の力よ。やがて、月面から反射された太陽光が予定通り地球大気圏に届く。それは目に見えない力だった。でも確かに、地球は押された。観測衛星が示したのは、軌道エラーの減速。ごくわずかだが、確かに公転軌道が補正され始めていた。しかし、別の問題が発生する。高圧が当たっていない極地域。南極圏の重力バランスが不安定化。地軸のブレが加速し、極移動の兆候が現れる。レーナは言った。押し戻す力が強すぎれば、地球は転がる。星は静かに押さないと、自分を壊すの。本当に難しいのは、方向じゃない。バランスなのよ。青い地球の姿が、宇宙空間で、わずかに軌道線の上に戻り始めるシミュレーション。背景には、赤いタイムラインとともに浮かぶ、メッセージ。カレクシンマージン 0.07%。地球は、少しだけ戻りかけていた。だが、その修正量は、地球の速度で言えば、ほんの1ミリ程度。人類が持つ全エネルギーを注いでも、太陽の引力に逆らうにはあまりに非力だった。月面反射計画も、成層圏の高高度推進も、確かに効果はあった。けれど、どれも遅すぎるのだ。それは、人類の意志が間に合わないという現実だった。各地で、副作用が始まる。月面からの高圧が地球の片面を押し続けることにより、地軸のブレが加速。偏西風が不規則に蛇行し、ヨーロッパと東アジアでは季節が2ヶ月分ずれて進行し始めた。オーストラリアでは12月に吹雪。北海道では5月に真夏日が続く。地球は1年という単位で自らを失い始めていた。重力波観測センターでは軌道共鳴の兆候が観測される。それは地球が再び引力から離れようとする動きを強めているという証だった。つまり、これまでの推進だけでは不十分だった。国際会議で出された次の提案は、人類が過去に一度も試みたことのない方法だった。成層圏に帆を張る。名付けて、ストラトセールプロジェクト。地球の外周成層圏中層に、超軽量の反射性フィルムネットワークを構築。これを赤道帯の上空に人工衛星気球で浮かせ、太陽光を利用して地球を均等に押し戻す帆として使う。宇宙船ではない。地球そのものが帆を持った惑星になる。計画の問題は2つ。時間と素材。現時点でフィルム素材は世界中をかき集めても 20% しか足りない。展開には10日、維持には高度制御が必要。だが、
時間はもう残されていなかった。桂木玲奈は言う。地球に帆を張るなんて正規の沙汰じゃない。でも、もう常識の外でしか希望は見つからない。やるしかないのよ。各国の軍用輸送機と旧型スペースシャトルが再稼働。宇宙ゴミ回収用のアームを改造し、成層圏への帆の展開が始まる。通信障害、突風、静電嵐、どれも命取りになる空中作業だったが、人々は手を止めなかった。展開された帆は、やがて、地球の上空に銀色の帯として浮かぶようになる。それはまるで、地球が空に希望の弧をかけたようだった。その夜、衛星軌道の観測機器が反応する。わずかに、地球の公転軌道が修正された。カレクシンマージン 0.21%。だが、作業直後に制御中枢から緊急警報が入る。フィルムの一部が成層圏の異常熱波で融解を始めたのだ。帆は風を受けた。太陽の光が地球の外皮をかすかに押し、そのかすかな力が地球を1ピクセル分だけ軌道へ戻した。それは確かに希望だった。だが、あまりにも脆い希望だった。成層圏に展開されたストラトセールの一部は、突如発生した熱波とプラズマ干渉により溶け始めていた。フィルム面積の 27% が失われ、残りは綱渡りの状態で保たれている。さらに、帆の重力影響によって、地球の自転速度に微妙なブレが生じ、上流が再び暴れ出す。太平洋プレート沿岸部では津波警報が頻発。インド洋では季節風が2ヶ月早く訪れ、アフリカ中部では太陽の角度が日ごとにずれていた。地球はようやく方向を変え始めた。だが、壊れてしまえば意味がない。桂木玲奈は最後の手段を提案する。もう押すだけでは限界。地球の外側に引く力を作る必要がある。提示されたのは、オービタルリングプロジェクト、通称、リカリノワ作戦。世界中の静止衛星を一斉に再配置し、地球の周囲に反射周光型衛星リングを形成。それぞれが太陽光を反射し、地球の公転ベクトルに逆らう方向へ、微小な高圧を連続して駆けつける。つまり、地球の全周に光の手綱をかける作戦だった。空に輪を描け。それは見えないけれど、確かに力を持つ。宇宙に、地球の帰るべき軌道を印として刻むのだ。軌道制御センターでは、衛星群のリレー制御が始まる。1000機を超える人工衛星が、秒単位で姿勢を変え、反射角を揃え、一斉に地球の背を引き戻すように配置された。観測チームが静かに告げる。地球、軌道修正加速中、カレクシンマージン 0.93% 到達。本来の軌道まで、あと 0.07%。だが、ここでトラブルが発生する。制御衛星のうち7機が、太陽風の乱れで故障。光の輪が一部崩れ、出力が不均一に。地球が、引かれる力に、ねじれながら応答し始める。海面がわずかに傾き、空の青が昼と夕方の境で混ざり合う。動植物の活動リズムが混乱し、潮の満ち引きが正午に起こるという異常なパターンが観測される。レーナは言う。あとほんの少し。でも、この少しが一番遠い。これ以上崩れる前に決めなきゃいけない。全衛星出力を連動させて一撃で修正するか。それとも、安全なまま少しずつ戻すか。科学者たちの議論が交わされる中、レーナは、指をそっと軌道修正グラフに置いた。私たちが何を信じるかよ。科学か、計算か、それとも、この星は戻ってくるっていう信念か。軌道シミュレーションモニターが警告を表示する。ファイナルスレッショールド 0.02%。それは、あと一歩の地点。届くか、壊れるかすべては次の一撃にかかっていた。人類は、最後の推しにすべてを託した。それはまるで、
止まりかけた時計の針をもう一度正しい位置に戻すような作業だった。カレクシンマージン 0.02%。あと一歩。だがその一歩のために地球全体の命運がかけられた。軌道制御チームは光の輪を構成する衛星ネットワークにフルリンクモードを指示。これは全衛星の出力を完全同期させ、一斉に最大出力を放つ一度きりの修正作業だった。通称フラッシュリングブースト。押しても届かない。引いても遅い。だから人類は最後に揃えることを選んだ。世界中の科学が時間を、方向を、力を揃える。一度だけ完全な調和をこの星に与えるために、世界中の観測所がカウントダウンを開始する。10、9、8。月面反射シールドも、成層圏セールも、衛星リングも、それぞれが同じ瞬間を見つめていた。その瞬間、地球を包む無音の一撃が走る。光は見えない。音もない。だが、地表では風が静まり、海は一瞬だけ膨らむように隆起した。まるで、地球そのものが、ため息のように姿勢を正したように。衛星軌道上。モニターが点滅する。カレクシンマージン 0.00%。軌道座標。再同期完了。地球は戻った。太陽の引力の子に再び接続されたのだ。その瞬間、空にわずかな虹のような反射が走る。それは、成層圏に残ったセールが最後に太陽光を弾き返した奇跡だった。都市の誰もが空を見上げ、その静かな光の帯にこの星が戻ったことを悟った。レーナは深呼吸をしていった。地球は戻った。私たちは間に合ったのよ。科学で、知恵で、そして希望で。惑星は帰った。自らの軌道に。だが、そこに導いたのは偶然でも神でもない。それはこの星に生きる者たちの手だった。宇宙空間から見た地球。静かに回りながら確かにあるべき道をたどっている。そして、軌道ラインの外に小さく浮かぶ無数の衛星たち。それぞれの動きがまるで音もないオーケストラのように揃っていた。地球は帰ってきた。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。